Welcome! 皆さんこんにちは、ジュディオグです。さて今日はすごい、これもまた申し訳ない、簡単なんだけどね、お酒が美味しくなりそうな一品です。でもね、本当に何もないのよ。あさりとほうれん草のにんにく炒めですけれども、ほうれん草でしょ、であさりでしょ。であさりというのはもう皆さんちゃんと砂出しっていうか塩水につけて置いとくと入ってくれるじゃないですか。それやっときましょう。じゃあジャリッとなっちゃいますね。であとはにんにくでオリーブオイル、 That's all。 それだけなんですね。それだけだけどすっごく美味しいの。ではまたやりましょうかね。まずほうれん草を先に切りましょう。でほうれん草はもうね、本当はね、真ん中がね、この根っこのところが栄養があると言われてるんですけども、それをやってるとひょっとしたらものすごいことになっちゃうかもしれないのね。これずいぶん立派ね、大きいわね。はい。まあそこだけを食べるってことではないので、今日はここの部分だけはちょっと後で違うものに使いますね。はい。で硬い方は硬い方で先に炒めますので切っておきましょう。それで葉っぱの方は葉っぱの方で後で入れますからね。はい、こういう風に2つ分けにしときたいですので、はい、硬い方入れました。でもう一回やります。こんなにたくさんいらないんじゃない？半分ぐらいでいいんじゃないかな。どうでしょう。ずいぶん立派なのねこれね。ありがたいんですけども結構びっくりしちゃうかもしれない。ということでこれもすごいね、元気で、この久しぶりにこんな元気なほうれん草をいただきますよ。はい、硬い方とあんまり切れないなこれも。はい、そして柔らかい方の緑の葉っぱの方はこちらに入れときます。でこれをこちらに入れまして、乱暴だけども急ぐ時は乱暴でも誰も見てない、見てなければ分かんないっていうことで2つに分けました。だからこれはね後で違うものに使うから捨てないでね。ちょっと違う入れ物入れとこう。 OK。 それではにんにくです。でにんにくというのはご存知のように私の得意中の得意は何をするかっていうと、にんにくを皮のまんまこの中に挟むの。その前にこんなにたくさんはいらないのでこのぐらいかな、4かけぐらいですね。でこれをキッチンペーパーに入れて袋に入れる。で叩きましょう。出刃包丁がいいんですよ。出刃じゃないとねなかなか潰れない。せーの。いい音になりましたね。そしたらねこういうふうに潰れてるの。潰れたのを上からまたねちょっとキュッキュッと入れると、これがもう汁が出てて美味しいんですね。はい、これを使います。では火を入れます。ご存知のように鍋は熱くなってから油を注いで、それからにんにくを入れますね。いいですか？少し温まりました。中華鍋はねよく温まるのね。はい、このぐらいね、大さじ2ぐらい入れたら油を回して、そして入れますよ。これはねもう今ブンブン匂いがしてるのはこうやって匂いが回らないように縛ってしまいます。そうすると匂いがこれでおしまい。さてにんにくってね本当はねこのフレッシュなものよりも少し乾いてる方が飛ばない、パチンパチン言わないのね。でもまあうまくいきました。今日はね皮を取らなかったですね。忘れてました。失礼しました。このぐらい色がついてきたら先にあさりを入れます。びっくりしないでよ。あさりを入れて、立派なあさりね、ちょっと 2,3 回こうひっくり返すのね。ひっくり返したらちょっと休んでもらうので、この間にこちらに移動しましょう。少しね炒めるとね
皆さんさっき言いましたけれども、あさりはちゃんと砂を抜いといてくださいね。じゃないとね、ほうれん草と一緒に食べたらジャリってなったらがっかりでしょ。はい、あさりがまあ中でねすごい音がしてますけれども、一つ二つ開いたら硬い方を入れます。それで23回ひっくり返したら今度青い方を入れましょう。そういう順番にいきますね。じゃあいきますよ。はい。ね、硬い方を入れました。でこれはひっくり返しましょう。本当に何もいらないの、このままだけなのよ。びっくりしちゃうんだけどみんな。でもそうなの。火はね加減しながらやりましょうね。一回閉めます。でもうちょっと経ったら青を入れます。なんかあさりのいい話しましょうか。しじみとかあさりとか貝類っていうのはね、肝臓とかをこう補う海の中のタウリンとかそういうものが入ってるんですね。だから食べるといいのよ。なかなかね皆さんそういうチャンスないじゃないですか。でも実際は一番身近にあって、ほら見た、ほら口が開いてきたね、いい香りじゃないですか。それでオルニチンと鉄分を食べましょうっていうことでね、どうでもいいけど、すっごいこれ4人ぐらい今日スタッフみんな食べましょうね。これねものすごい分量なんだけど、でも塩はねいらないの。このあさりの中の塩でも十分なのよ。それを中にね計算しないでね塩足すとねえらいことになっちゃうの。塩は最後に調整しましょうね。おお、出てきたあさりが、ほら見て、すごいでしょ。これ本当に4人分だね。4人分のものになりましたよ。お、いい匂いだ。まあ今日のお料理はこれが晩ご飯、これでいいわね。ほら下にスープ出てるでしょ。このスープはあさりからも出てるっていうことなんですよ。野菜だけじゃなくてね。これで大体1回全部ひっくり返しました。ほうれん草も大体ひっくり返りましたね。ひっくり返りましたよ。そしたらこれでもう一回蓋をしたらもう出来上がり。1、2、3、4、5、6秒です。見て、ほらグツグツとなってますよ。さあ出来上がり。あー、いい香り。もうってなっちゃいそう。はい、では盛り付けをしましょう。盛り付けはちょっとねスープがあるので、できれば少しこう深めなものがいいですね。盛り付けます。ちょっと開いてない子もいるんだけど、時々ね眠ってる子いますよね。それはそれでこれ全部入れたらすごいことになっちゃうから、これは今日お手伝いしてる誰かさんに食べてもらいましょう。はい、出来上がりました。あさりとほうれん草のにんにく炒め。何にも入れてないです。食材を混ぜただけ。どうぞ。ではいただきます。これね置いてるとどんどん下にスープが出てきてね、これパンと一緒に召し上がっても美味しいですね。ちょっとこれほうれん草だらけですけど、あさりちょっともうちょっといただく。はい、いただきます。あさりいいね、これ大きくて。あさりの塩分でもう全然お醤油いらない。美味しゅうございます。これはねうちの母がよく作ってくれたんですけども、もうねあさりの塩分とうまみがこのほうれん草に
ニンニクと一緒にこう絡まって入ってるから、これだけでもお食事が晩ご飯いけちゃうぐらい栄養素も鉄分はあるし、もう体の中に入ってくる感じがしますね。というわけで今日はアサリとほうれん草のニンニク炒めをいたしました。今日のおかずにどうぞプラスしてください。それではまたお会いしましょう。チャンネル登録してくださいね。そしてコメントもください。それではチャオ。